こんにちは。お元気ですか？今日は11月の30日の土曜日。もう11月の最終日ですね。明日は12月。いよいよ真冬になってきますね。ちょっとね、今日の映像はいつもはコーヒーを入れる映像を入れてるんですけれども、ここ数日間ちょっとコーヒー飲んでなかったのでね、今朝朝お茶を飲んでる時の映像をとりあえず撮っときました。私は毎日ね、朝緑茶を飲むのが習慣になってるので、これは365日夏の日とかもね、熱い緑茶を飲んでます。なんかね、朝お茶が飲むのを好きなのともう習慣化しちゃってるのでっていう感じですね。で、あの湯飲みがね2つ置いてあるんですけれども、これはちょっとでかい方の湯飲みの方には白湯を入れてあって、白湯を飲むためですね。ちょっと前にコメントとかでね、便秘の時には白湯もいいですよっていう風に、お茶とかはね、タンニンが含まれているので、それが飲みすぎると腸の蠕動運動とかをね、ちょっと阻害してというか悪くして、つまり便秘の一因にもなりかねないのでっていう風に、そこまでちょっと書いてなかったかもしれないです。ごめんなさい。これはちょっと私がググって調べたんですけど、タンニンは便秘の原因の要因の一つになるよっていうのを書いてあったんで、そうなんだと思ったら、緑茶飲みすぎるのも良くないんだなと思って、それで朝なるべく白湯を飲もうとは思ってるんですけども、やっぱ緑茶好きなんでね、とりあえず白湯でぐっと水分補給をして、それで朝のこうぼーっとしたというか、ちょっとほっとして徐々にエンジンをかけるそのぼーっとした時間にいつも通りに緑茶を飲んでるっていう感じでございます。私はコーヒーもすごく好きなんですけれどもね、緑茶も実は好きなんですよ。本当にコーヒーはね、本当に何て言うか、娯楽たしなみ、気分転換とかそういう感じなんですけども、緑茶はもっと身近でですね、やっぱり毎日飲む飲み物っていう感じですね。で、なんか今緑茶のこと言って思い出したんですけれども、前ね、東京に住んでた時にね、やっぱ東京っていろんなお店があるじゃないですか。だからお茶のね、緑茶とかね、煎茶とかそういうお茶の方の専門店のカフェっていうのもあったりとかして、意外とお茶の専門店カフェってなかなかないですよね。コーヒーとかだったら結構全国どこでもありますけれども、でそのお茶のカフェとかにもたまに好きで行ってたんですよ。やっぱ緑茶も好きなんで。で、私が行ってたのはですね、表参道にある、原宿と言ってもいいのかな、表参道駅の方が近いかな、表参道にあるチャチャの間っていう、そのお茶界隈では多分有名なところだと思うんですけれども、そこのカフェ、お茶カフェみたいなところに行ってて、ちょくちょく行ってたわけじゃないんですよ。表参道ってこの前ちょこっと言ったように、私の好きなチャンピオンのチャンピオンショップとかそういう専門店があったりとかするんで、たまに行くんですけれども、そういう時にチャチャの間に寄って、お茶を飲んで、でたまにそのお茶系のスイーツを食べたりとかするっていうのが楽しみだったんですね。で、そこのお茶でですね、やっぱりこう普段飲めないお茶が飲めるんですね。すっごくいい茶葉のいいお茶、そしてそれをあのすごく上手なテクニックで入れてくれるっていうのがなかなか普段自分では飲めない体験じゃないですか。だからね、毎回じゃないんだけれども、そこのお茶のなんだっけな、セットみたいな、セットっていうのかな、お茶を一通りいい茶葉のお茶を1煎目2煎目3煎目とか、アイスのお茶とか、アイスって冷たいお茶とかね、そういうの一通り出してくれる、体験させてくれるっていうお茶セットがあって、それはねほんとお茶だけで、ちょっとお茶受けみたいにちっちゃい何かがついてたかもしれないんですけれども、3000円くらいするんですよ。お茶で3000円ってめっちゃ高い
と思うじゃないですか。高いんですけれども、もしね東京界隈に住んでる方がいたらね、ぜひ一回このお茶もね試してみてはいかがでしょうっていう私の美味しいものの中のおすすめの一つなんですけれども、お茶がですね高いんですけれども、もう一回言っちゃったいろいろ飲めるんですよ。まず1煎目がねとにかくねちょっとねお茶の概念が変わるぐらい、お茶ってこんな味だったのみたいな感じで、1煎目2煎目ってどんどん変わっていくんですけれども、すごくね甘みはもちろんだけれども、いわゆるうまみっていうものがすごく感じれるんですよね。うまみって何っていう感じかもしれないですけど、分かりやすく言えば味の素みたいな、そういう普通の料理のうまみってあるじゃないですか。うまみ成分、そういうのがねすごく入ってる感じ。もう茶葉の香りからしてそのうまみ成分みたいな香りを感じますね。うん、なんかねだからちょっと出汁が入ってるんじゃないかみたいなね、そういう感覚になりますね。すごく濃いんですよ。しかもだからもうそのお茶の1煎目とかを飲んだらちょっとねあのーもうそれだけでこう舌が満足する感じになるぐらい、すごい驚きの体験みたいのができてね、すごく楽しくていいんですけれども、3,000円くらいだったと思うんですけれども、3,000円高いなって思うかもしれないですが、私からすると下手に飲み会とかね飲みに行ったら4,000円とか5,000円とか普通にかかるじゃないですか。だったらね一回そこのお茶を飲んだ方がよっぽど有意義な体験だなっていうのもあって、高くないっていうふうに思いましたね。うん、そんな感じでちょっとお茶の話をしてしまいました。お茶の話っていうかお茶の映像だからお茶を思い出してね。はい。朝のお茶が終わって、その後軽く朝ごはんとか食べてね、その後いつも通りこうパソコンをぼちぼちこういじってるわけなんですけども、このねパソコンいじってる時の画像とかってね、いつもコーヒー入れた後いつもだいたいパソコンいじってるんでね、このコーヒーカップを手前に置いてその画角を持たせてるというか、なんかその場をカップに持ってもらってるんですけれども、ちょっとね今日はコーヒー飲んでないので、なんかとりあえず何か置いといた方がいいかなと思って、竜宮の使いを置いときました。いわゆるこれもぬいぐるみっていうのかな。私普段絶対ぬいぐるみとかねそういうものって買わないタイプなんですけれども、こう動物系のものを買っちゃうとね、それがどうしても捨てられなくて困っちゃうっていう理由もあって、こういうぬいぐるみとかそういう動物の形の置物とか基本的には持ってないんですよ。で持ってるのはこの竜宮の使いと、もう十数年前に貧血じゃないや献血ルームで献血をした時にあったカタツムリのちっちゃいぬいぐるみが、なんかカタツムリっていうのがなんかよくて、それをちょっと1個もらっちゃったりとか、なんかそれくらい。あとは高校生じゃないな、高校卒業した年に買ったちっこいクマのぬいぐるみみたいな、高校と卒業した次の日かな、次の年かな、いつもこの車のこのカップ操作のところに置いてたちっこいぬいぐるみがあるんですけれども、それもねやっぱもう全然捨てられなくて、そんな感じで私が生涯持ってるぬいぐるみはね、子供の頃はちょっと親戚のおばちゃんにもらっちゃったりしてあったんですけど、自分で買ったり入手したのはこの3つだけで今も持ってるんですね。だから竜宮の使いもね、これ買っちゃったらもう捨てられないぞっていうのはあったんだけど、ちょっとねあんまりにもこううまくできてんなと思って、特徴も捉えててちょうどいい感じにぬいぐるみに仕上げてるなと思って感心しちゃって買ってきたんですよ。でこれもですねこう旅先でお土産屋さんみたいなとこで買ったんですけれども、旅の思い出にもなるしね、これは御蔵島に
イルカと泳ぎに定期的に行ってた時期があって、ドルフィンスイムってやつですね。だからその三倉島の小さい商店みたいなところで、お土産みたいのを最後に買って帰ろうかなと思った時に、この竜宮の使いのこのぬいぐるみを見つけてしまって、荷物にもなるのに、なんとなくね気に入って買っちゃったっていうあれなんですけれども、そうそう、三倉島ってご存知ですか？日本にあるし、当たり前ですけど、三宅島とかの先の方にあって、八丈島とかまで遠くには行かないみたいな、その辺にあるんですよ。で多分あれも東京都ってことになってんのかな。でだからね、東京の竹芝からフェリーが出てて、なので東京に住んでるとすっごく行きやすいんですよね。だから金曜日まで普通に仕事をして、で竹芝を出港する時間がね、確かね11時45分とかだったと思うんですよ。だから普通に仕事を終えて残業をせずに定時でさっと家に帰ってきて、で普通にご飯食べてお風呂入って、11時45分の出港なので、全然余裕で間に合うじゃないですか。なので普通に仕事して、金曜日の夜フェリーで寝てて、土曜日の早朝6時半とかだったかなに三倉島に着いて、そこで2泊3日とかしてね、月曜日だけ1日だけ有給取ったりとかしてね、でイルカと泳いで帰ってくるみたいのをね何回かしたことがありました。三倉島のイルカって自然のイルカなんですよ。でも自然のイルカなんですけど、すごくもう人に慣れてて、小型ボートとかでみんな行くんですけども、寄ってきてくれたりとかするんですよ。だからね、そういうのってね、多分ね世界でないんじゃないですかね。そこだけなんじゃないかなと思うんですけれども、イルカから寄ってきて、つまり人間と遊んでくれるんですよね。だから外国とかでのドルフィンスイムとかって本当に遠くに、船の遠くにドルフィンの群れだみたいな、みんな入れ泳げみたいな感じで、結局うまくいったらその群れの中に自分も紛れ込めるぐらいな感じで、決して一緒に遊んだりとかしてくれる感じではないと思うんですよね。だからもしドルフィンスイムとかねにちょっとご興味がある方は、三倉島がすっごくおすすめですよっていうお話でございました。私ね結構素潜りが得意なんですよ。タンクつけないスクーバダイビングとかじゃなくて、普通にスノーケルだけで潜る素潜りが結構得意で、特別練習とか全然したことないんですけど、なんか知らんけどそれは才能があったみたいですね。なんかただこんな才能あっても何の役にも立たないんですけど、よっぽどねもうちょっと英語が喋れたりとかねした方がよっぽど仕事には役に立つんですけど、しかもね素潜りなんてね普段日常で生活しててね披露する場所とかないから全然なんかなんていうかあんまお得感がお得感がないってことはないか。例えば今言ったこのドルフィンスイムとかでもですね、やっぱり深く潜れてこの水中の中でいろいろ動けることによって、やっぱねドルフィンと全然遊べますから、やっぱちょっとしか2、3メートルぐらいしか潜れない方とかだとなかなかドルフィンと遊べないってことはないんですけども、そういうのにならないと思うんですよ。だからやっぱりある程度深く潜って、そこでいろんなぐるぐるいろんな動きをして、ドルフィンと戯れるみたいな動きとかができたりとか、アイコンタクトができたりとか、ドルフィンが例えば5匹ちょっとそれ5匹っていうんだったっけが水中の中をねうわーって泳いできたところを、自分がそれよりさらに深く潜って下から見上げるみたいな感じでドルフィンを上に通過させるとかね、そういうなんとなく自分でやってみたい、そういう
世界の遊び、そういう世界観の遊び、ドルフィンとのそういうのとかは素潜りがなんかこうできたおかげで楽しめたっていうのはありますね。だからまあお得感がないとは言えず、人に自慢できる機会はないけれどもまあそういう時に自分がいろいろより楽しめるっていうのはお得お得といえばお得かなっていうふうに思いました。そういえばね、それでなんか思い出したんだけどね、あれもそうですね。27、8歳の時かな、27歳かなの時に、なんかこうマレーシアの中のペルフンティアン島っていうちょっとマイナーな島に行ったことがあったんですけども、そこに行く目的の一つとして、野生の亀にこう捕まって、なんかこう亀に誘導してもらって進んでもらって、こう自分もスイーってこう水中を泳ぐっていうのをなんかやってみたいっていう変な夢が出て、まあちょっと20代だったんでちょっと中二病だったと思うんですけどだからこう亀のね、背中っていうか後ろっぽいところの甲羅をガシッと掴んで、亀にスイーって泳いでもらって一緒に泳ぐみたいのをしてみたいみたいなね、変な夢ってほどじゃないんですけどができて、それで結局こうすごくこう亀がいて綺麗でマイナーでそういう島を探して、でそこそこ行きやすくってみたいなのを考えた時にマレーシアのペルフンティアン島だったんですけども、そこに行ってまあ自分一人じゃ亀見つけられないからね、やっぱりそこの島の中でツアーがあるんで、そのツアーに入ったんですよね。まあドルフィンツアーと一緒でね、亀が出没するエリアまで小型船で行って、ここのエリア亀がいるからみんな中に入ってみなよみたいな感じで、こうみんなでこう中に入ってこうプカーッと行ってスノーケルで下を見ると、確かにね水深10メートルぐらいかなのところに亀さんがいるんですよ。で亀さんだ亀さんだっていう感じでみんなで見て、でこう私はその亀さんとこうスイーって一緒に泳ぐっていうのをやるために、あのインストラクターの人がね少し下に潜ってたから、もしかして潜ってもいいのかなと思ってこう潜って、亀さんと向かい合いになったりとかして、こうにらめっこじゃないけどそういうのして一回遊んだりとかして、よしこの深さだったらいけるぞって思って、次にまた息継ぎして潜って、で今度は亀さんにこう甲羅をガシッて掴んだんですよ、後ろを。そしたらね、思いのほかね甲羅がツルツルで滑っちゃってね、全然うまくつかめなかったんですよね。と思って、でもあれはやりたいと思ってすごい頑張ってグッと力を入れて甲羅を掴んで、亀さんももしかしたら嫌だったのかもしれないんですけど、亀さんがそれでこう水中にね止まってこう行った海の底の部分に止まっていた亀さんが、私に背中の方の甲羅のサイド部分ですねを掴まれたことによって、こうスーってゆっくり泳ぎ出したんですよ。それでやったーと思ったんですけども、ツルツルですぐこうスッて滑っちゃって、多分ね2メートルぐらいかなそうそう2メートルだけね進んで、2メートルだけその中二病の夢が叶ったっていう感じですね。で私もねそれでまた息が続かなくなって、こう水面にプハーって出てきて、何回か本当はチャレンジしたかったんだけど、私に背中をつかまれた亀さんがちょっとどっかに行っちゃったんですよ。でそこにね亀さんね多分ね2匹か3匹しかいなかったんですよ。だからちょっとね私がそれをやることによって、せっかくみんなが見てる亀さんがねいなくなっちゃったら本当申し訳ないと思ってね、もうちょっと1回で大人なんでね我慢したんですけれども、まあそういうのもね一応素潜りがなぜか結構得意だっていう生まれ持っての才能本当人生に役に立たない才能が1個あったおかげで、そういう楽しさはあったって
っていう感じですね。これがね、もうさっきも言ったように英語が喋れるとかだったらもうちょっとうまく喋れるとかだったらね、仕事ももうちょっとうまくいろいろできたでしょうし、そこのねこの外国に行った時とかもね全然ね片言でコミュニケーションで全然 OK なんですけれども、もっとねペラペラっと喋れたらね、いろんなお話とかね、深い語り合いとかもねきっとできたと思うので、そういう才能の方が全然良かったなとは思ったりとかしましたね。うん、あとね、そこでもう一つでもお得なことを思い出したんですけど、そこでねいろいろこう素潜りとか、あとは泳ぐのが、結構なんかちょっと得意だったので、その海とかそういう自然で泳ぐのも結構慣れてたので、こうボートにね上がる時とかね、その現地のインストラクターというかそこの人がねこうみんなをこう引き上げてあげなきゃいけないんですよ。みんな上がれないので、でもね私は結構そういうの慣れてたんで、普通に自分で飛び乗って上に乗ることができて、それでそのインストラクターの人が一人でみんなが引き上げてるのを手伝って、他の人たちをこう上に引き上げてあげたんですよ。だからね多分ねその人がすごいね喜んだんですよね。嬉しかったんでしょうね。だからなんかその次の日にそこの島でね、その日は別にツアーとか参加せずにね、私もビーチとかでのんびりしたりとか、なんか適当にブラブラして自分でサンゴ礁でもすごい綺麗なサンゴ礁とかもすぐ泳ぎに行ける浅瀬にあったんで、そういうとこに行こうと思ってたんですけど、なんかその人がなんか昨日はありがとうみたいな、ちょっと現地語で言ってたんでちょっとあんまよく分かんなかったんですけど、あとちょっとお互い片言な英語でね、なんかちょっと秘密のビーチに連れてってやるみたいなことを言ってきたんですよ。何それと思って、一応ね私は若い女の子で相手は男だったんで、ちょっと一応警戒はそういうのはしなきゃかなとは思ったんですけど、でもねちょっと好奇心で、ちょっと多分この人は悪い人じゃないっていうことでボートにね2人で乗せてもらって、本当にねそのちょっと行ったところの小さい島みたいなところの本当にプライベートビーチみたいなちっちゃい空間で、ものすごく綺麗で、もちろん誰もいなくて、そういうすごい綺麗な素敵な空間に行けたんですよね。それでわーすごいみたいなこと言って、私がすごい喜んでそこでバチャバチャ泳いだりとかなんかいろいろやってるのを、その人は普通に浜辺っていうほどの大きいとこじゃないんですけど、すごい小さいところで、そこでの岩陰とかからこう普通に微笑みながらこう見てるみたいな。で私が気が済んだ頃合いに普通にボートで普通に送り返してくれて、そういう楽しいお得なことはあったなっていう感じで、なんか知らんけどちょっと今日はねすいません、私の20代の頃のどうでもいい中二病の話と、あとすいません素潜りが得意ですっていう自慢をしてしまいました。もちろん得意ですって言ってもねちゃんとトレーニング積んでる人とかに比べたら全然違う、別に普段全然素潜りとかしないんでそういうレベルなんですけれども、人にはね隠れた人には知られざるいろんな特技がきっとあるんだと思うんですけども、私の場合はそれの一つが普段は何の役にも立たない素潜りがなぜか結構得意っていうことでございました。ではそんな感じで今回はヨタ話でございましたが、それではまた。